はいどうもこんにちは、しのぐです。今回使用するのはフランス最終ティアナナ戦艦のリシュリューです。リシュリュー級戦艦はフランス海軍が最後に建造した戦艦で、イタリア海軍ビットリとベネト級戦艦やドイツ海軍のビスマラク級に対抗可能な戦艦として4隻が計画され、3隻が第二次世界大戦までに建造開始されていました。で、主砲は前級ダンケルク級戦艦同様の4連装主砲前方集中配置となっていて、口径はですね33センチから38センチに大型化しています。この手法は距離 20km から393ミリの走行貫通可能な高初速高貫通砲となっていて、数十国の戦艦では大和型戦艦以外は全て貫通可能となっています。さらに本級は先進的なマックという構造を採用していて、マストと煙突をですね合体させた構造を採用しています。マストとは帆船時代からあるもので、帆を張って航行するためのものですが、20世紀の艦艇では、あまりですね利用されてはいませんが、一方で、信号機を併用したり、さらにはですね無線アンテナなどに利用されていました。このように長門型戦艦やシャルンホルスト級戦艦でも見られます。で、このようにですねマック構造とは、このリシュリュー級戦艦のように煙突をですねマストを合体化させていて、小スペース化をですね測ることができていました。で、さらにですねこのリシュリューは高速戦艦であり、安定性にも優れていたそうで、非常に優秀な戦艦であったと言えると思います。しかしながらですねリシュリューは第二次世界大戦にですね完成が間に合わず、フランス本国がドイツに占領される前に、1番艦リシュリューと2番艦ジャンバールは多数のフランス海軍艦艇とともに、北アフリカ・フランス植民地に脱出します。3番艦クレマンソーはブレスト港でドイツ軍に捕獲されて対空砲台として利用されて、その後ですね連合軍の攻撃で破壊されています。アフリカで待機していたフランス海軍でしたが、以前から紹介している通り、ドイツにですね協力するのを防ぐためにイギリス海軍がですね攻撃を仕掛けてきます。以前も紹介したメルセル・ケビール海戦ではですね戦艦ブルターニュが撃沈され、戦艦ダンケルクもですね大きな被害を被っています。このリシュリューの停泊していたダカールにもですねイギリス海軍が出現し、攻撃を仕掛けてきます。リシュリューは空母艦載機のですね雷撃で損傷するも、主砲で応戦し、クイーンエリザベス級戦艦バーラムに命中弾を与えて、中破させ、イギリス海軍をですね退却させることに成功します。その後ですね連合軍がアフリカに上陸し、一気に形勢が逆転したことで、アフリカのフランス軍はですね自由フランスに参加します。それでですねリシュリューはアメリカ・ニューヨークに運ばれて、最終的な工事を受けて、ようやくですね1943年に完成となりました。この時に米海軍で主兵装であったボフォース対空機関砲などが装備され、後部の航空機格納庫も撤廃されて、航空攻撃に備え多数のですね対空砲座に置き換えられています。ワールド・オブ・ウォーシップスでも船体改造後は左右の副砲が両用砲となっていますし、さらにですね航空機格納庫が撤去されたことで、航空機の発艦が不可能となっています。完成後のリシュリューはですねドイツへの反攻作戦に参加し、その後は戦いの場を求めてイギリス東洋艦隊に加わり、対日作戦にも参加しています。巡洋艦ハグロや、駆逐艦神風に対する迎撃作戦にも参加しましたが、結局砲火を交えることはありませんでした。リシュリューの、最初で最後のですね海戦は、最初で、今紹介した、ダカールでの海戦のみとなっています。2番艦ジャンバールはカサブランカで、停泊していましたが、アメリカの海軍最新鋭戦艦の一つである、マサチューセッツと交戦し、1番砲としか、使用できなかったものの、なんとか応戦し、しかしですね、爆撃機と、砲撃によって、損傷し、戦闘不能となってしまいます。戦後ですねフランスに帰還し、最新鋭の対空砲やレーダーなどをですね搭載して、世界で最後に完成した戦艦となりました。1970年にですねジャンバルは解体されました。ちなみにウォーシップスではジャンバルはですね実装済みで、レジェンズでも実装予定があるということです。というわけでね、ようやくリシュリューに到達しました。性能面などをね早速見ていきたいと思います。アップグレードはこのような感じになっていて、ティア7戦艦ではありますが、テンダをねあまり、使わないのでリシュリューは、水力改良2を今回はね搭載しています。そしてですね消耗品はこのような感じになっていて、戦艦ではありますがリシュリューだけはエンジンブーストをですね使用可能となっていて、これを使用中はですねかなりの高速航行が可能となります。
さらにですね、先ほどから紹介している通り、船体をですね、改造すると航空機が使用不可能になってしまうので、注意が必要です。高端性ですね、HP が6510、これ艦長スキルメガロマニアでマイナス 5% されていますが、それでもですね、デフォルトの状態でティア7戦艦最低の HP となっているので、かなりですね、撃たれ弱い戦艦となっているので、どれぐらいね、敵が攻撃してくるかっていうのは、かなり把握していく必要があります。さらにですね、走行も真横をね、見せてしまえば、かなりですね、たやすく貫通されてしまうので、なるべくですね、この間の長所である前方集中配置をですね、活かして、間を縦にしてですね、被弾に耐えていきたいなといったところですね。で手法は、この38センチ砲となっていますが、非常にですね、弾道がよくですね、さらに高速な砲弾となっているので、長距離でもですね、当てやすい手法となっています。装填時間もですね、艦長スキル込みでですね、マイナス 20% の装填時間となっていますので、非常にですね、速い 21.1 秒の装填時間となっています。さらにですね、貫通力も非常に高いので、正面からですね、アイワの、砲塔をですね、貫通可能な、非常にですね、優秀な手法となっています。一方でね、精度自体はそれほど良くないので、特にですね、艦長スキルで補っていないと、遠距離のね、ばらけはかなり気になるかなとは思います。で、機動性は最大速力 33.5 ノット。これもね、艦長スキルでアップしていますが、これにですね、エンジンブーストを加えることで、36ノットクラスの速力となるので、巡洋艦以上の速さとなります。非常にですね、優秀な機動性を持った戦艦ですね。はい、リシュリューのね、基本戦術は、当然ですが、敵の、戦艦に対してですね、艦を縦に、向けることで、左に対するですね、防御力を高めるといった、戦法がね、得意です。そしてですね、この戦い、今ちょっとね、発見されているので、おそらくですね、こちらサイドに駆逐艦がね、当然いると思います。でね、ちょっと、正直ですね、味方の駆逐艦に、逆にね、ちょっと戦艦の私ですけど、ちょっとね、盾にされてしまっている状況ですね。正直、駆逐艦はね、これ、正面に展開してもらわないと、正面からね、敵の駆逐艦が一気に進行してきてしまうので、ちょっとね、前に出づらいといった状況に、なってしまうんですね。はい、うまく展開しているので、駆逐艦いますね。フレッチャーですね。今ちょっと榴弾に急いでね、装填し直しましたが、ちょっと間に合わないので、ちょっとね、駆逐艦のスポットがもらえないですが、ちょっとね、反対サイドの敵艦も、シャルンホルストのようですので、でもヴァンガードがいるか。このようにね、2隻程度しか戦艦いないので、一気にね、ここはちょっと、ちょっとこのままではね、魚雷が来るので、このままね、バックしていってもいいんですが、ここはね、ちょっと直進していきたいなと思います。で、一気にね、ここはちょっとヴァンガードに対して鉄鋼で撃っていきましょう。で、このようにね、艦を横に振ることで、結構ね、魚雷は、あらかじめね、予測回避可能かなと思います。で、4連装も見えたので、おそらく2隻ね、駆逐艦が、いますね。で、1隻は魚雷を完全に打ち切っている。多分フレッチャーがね、魚雷を打ち切っていると思うので、もう1隻のね、魚雷を警戒しつつ、一気にね、進行していきましょう。で、ヴァンガードにね、手法を打っていきます。非常にね、リシュルの貫通力高いので、はい、いきなりね、防角いきましたね。で、ちょっと駆逐艦に備えて、榴弾をね、装填していきます。で、ここでね、このリシリューはですね、非常に加速、減速早いので、かなりですね、この加減速を組み合わせて、魚雷をね、なるべく回避していきましょう。で、ここでは一気に面舵を切って、はい、魚雷来てましたね。魚雷残してたのはフレッチャーの方か。はい、これでね、フレッチャーね、仕留められましたね。魚雷食らってたのかな。体力減ってましたけど。さあ、もう一隻は、いましたね。ジャービスがいますが、これはね、ちょっと撃てないので、今は。ここはですね、ヴァンガードをちょっと追い詰めていきたいなと思います。結構ね、缶をね、このぐらいの斜めにしていても、このぐらいだったらね、結構5000ダメージぐらいね、入っちゃいますね。ここはちょっとね、非常に、ジャービスからの魚雷が怖いので、なるべくね、大きく動いて、魚雷をね、なるべく回避できる軌道をとっていきましょう。で、ヨルクも見えているので、バックしてますかね。っていきましょう。精度はね、見ての通り、それほど良くはないので、ただね、貫通力高いのでね、ちょっと巡洋艦にも貫通気味ですが、戦艦相手にはね、十分すぎる攻撃力ですね。で、反対サイドは、完全にこっち見てないんですかね。さて、ちょっとでもこのジャービスは非常に厄介ですね。なんとかフレッチャーは撃破できましたけど。
さあ撃ちましたが、鉄鋼弾でね、2発ですね。そしてあれ今のは多分ヨルクの魚雷ですね。でジャービスの魚雷もそろそろ怖いので、またですね大きく動きながら、さらにですね、ヴァンガードに、防火貫通されないようになるべくねヴァンガードに対しては缶を縦にして、立ち回っていきます。でジャービスは煙幕焚いて減速してますね。多分煙幕に隠れてしまうので一回鉄鋼弾に装填し直して、ヨルクあたりね狙えたら撃ちたいですけど、ただヨルクね魚雷持ってるんでちょっと怖いところですが、ちょっと撃てないですね。でジャービスからの魚雷がちょっと減速したところで、これはちょっと食らっちゃうかな。はい、食らっちゃいましたけど、ジャービスはこっち出てきたんで、はい、撃破可能ですね。そしたら今度は面舵を切ってヨルクの魚雷回避しなければならないので、面舵切っていきましょう。今のところねもう最前線で、艦隊のね最前線でね非常に機動戦を行っていますが、さあヨルク魚雷は来てますね。でこれはちょっと一発食らっちゃうかな。ちょっとねこれ浸水してしまいましたんで、ただねこれは一応浸水ダメージはね修理班で一応相殺はできるので、一応ここで停止して、右のねこの島を盾に他の敵のね右のいる、戦艦から砲撃を受けないようにしましょう。で盾にしててもね結構貫通出せますね。でここでようやくね、リシリューのよくやる戦法で、缶を盾にして一回ねちょっとバックしていきましょう。ちょっとね浸水ダメージが痛いのでこのままでね沈没してしまうので、一回ねこのヴァンガードで打ち合いながら、退避していきます。で榴弾もね割と火災発生率あるので、使える場面使っていっていいと思います。はい、燃えましたね。さあちょっとこれはあと15秒で結構ダメージ痛いですが、今のはね魚雷はもう致し方なかった、感がありますけど、さあヴァンガード消さないですね。もうちょっと燃やしていきましょうか。で、次はね横に見せているので鉄鋼弾で装填していきます。でなんとかね、間に合いました。7500、ここまでね、結構激しい戦いでしたけど、なんとかまだ浮いてますね。そして味方の魚雷が当たって、なるべくこれで撃沈したいところですが、いやーちょっと残ったか。さあちょっと修理班まで残り10秒なんで、このヴァンガードの鉄鋼弾は危ない。いやー3000残った。3000残りましたね。でもう一隻の戦艦もでもこの手法はなんとか耐えて、修理開始。これでなんとかなりそうか。はい、でもヴァンガード削れますけど、まだ撃沈には至らない。でティルピッツは味方がやってくれましたね。じゃあこれでまた再びね前進していきましょうか。結構ねこれはあんまりリシリューではやらない戦法かもしれませんけど、バックがね早いんで、進むだけ進んでおいて一気にねバックしていくとねいう機動戦ですね。でヴァンガードもしっかり貫通できましたね。そしたら今度はねアイワが、遠くに見えているので、ただこのリシリューね、主砲装填特化しているので、射程が短いので、ちょっとねもともとの射程長いですけど、このリシリューね結構射程短めとなってますね。さあまたエンジンブーストをね使って、ぐいぐいね進んでいきましょう。非常にねこのように、加速がね速いのが分かると思いますね。でアイワも射程に入ったので撃っていきましょう。缶をね縦にしていればアイワからもですねそれほどダメージ食らわないので、さあでもあまり一発しか貫通できませんでしたね。でアイワから砲撃が来たので、これで缶を斜めにして縦にしてですね砲撃を馬が弾けた、受け流せましたね。さあ装填がねほんと早いのが分かるかなと思いますね。はい、防火変わりましたね、相場の。横をね、見せていれば、かなりね、痛いダメージ与えられますね。で、味方の駆逐が、相場を仕留めてくれたので、さあ、最後はね、シャルンホルストですかね。
見ての通りね、遠距離非常にね、手法をばらけてしまうので、もうちょっとね、遠距離タイプで運用したいのであれば、やっぱり精度特化型のね、艦長の方がいいかなとも思いますね。ただ自分は結構こういう、戦い方がしたいので、修理班がね、多い、艦長がね、いいかなと思いますね。さあ、6000ダメージ入ってますね。これだけ装填が早いんで、精度がね、悪くても、割とダメージがね、ぐいぐい出していきますね。さあ、もうシャルンホルストも逃げていくんで、あとはもう多分占領で終わりかなとも思いますが。はい、というわけでね、最後は、味方がね、やってくれましたけど、非常にね、今回このリシューで、機動戦がね、できたんじゃないかなと、思ってますね。リシュー、よくいるっていうか、基本な戦法としてはやっぱりですね、中遠距離からの、射程もね、長い戦艦ですから、中遠距離からね、撃っていく、戦艦だと思います、実際ね。序盤とか中盤にかけてはね、そういった戦法をとって、最終的にね、機動戦を生かしていけばいいと思いますが、今回はね、ちょっと、敵の駆逐艦にね、結構追い詰められてしまっていた状況もあったので、逆にですね、高速性を生かして、魚雷をね、なるべく回避しながら、前進して、こんなね、戦い方をしてみましたといった感じです。非常にね、ワクワクして、いいね、戦闘がね、自分なりにできたかなと思って、ちょっと満足してるんですけど、いかがだったでしょうか。それではね、今回、リシリュウでした。ご視聴ありがとうございました。